フルーツにこの、日本人だったら一味とか七味と思うかもしれないんですけど、これをかけて食べます。メキシコでは普通ですね。セルヨさん、他にもかけるんですか、果物は。メロンとかパイナップル、マンゴーもマンゴーマジで？中国でもそんな文化ないでしょ。甘いマンゴーあります。もう待ちきれないぐらい。あるの？子供であっても大人より辛いの食べる人もいます。嘘。いやだってユウさんのお子さんね、辛いもの8歳で食べないでしょ普通。食べますよ。食べます？だってね、まず一つ目、辛さって慣れですから、最初は甘口から入ってきて、少しずつ上級者になっていくものですよ。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、メキシコ・イラプアート在住のまゆみさん、北京出身、つくば市在住のゆうさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、今日はですね、もう一人、まゆみさんのお友達でですね、実は以前ですね、メキシコ人の口に納豆は合うのかで登場していただいたセルヒオさんにも来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビバメヒコ。この説はお世話になりました。いや、ものすごい納豆を食べるリアクションとかがもうこうブルブル震えてどうでしたか、納豆は。なんか口の中で変な感じしてて、飲む時も変な感じして何気なく僕も聞いちゃったんですけど、日本語上手ですね。妻は日本人なので毎日いろんな話をしていて、慣れてましたかなと思います。そういうことなんですか。奥さんは日本人でいらっしゃって、子供2人います。はいでもどうですか、普段の食事はメキシコのやっぱ料理でも日本食も食べられてるんじゃないですか。家で最近流行ってるのはカレーケサディヤ、カツカレーとケサディヤはチーズを溶けてトルティーヤの中に入れるんですよ。溶けたチーズ？そうです。トルティーヤわかりますよね。トルティーヤ。トルティーヤの中にチーズ？その丸いのやつの中にチーズ入れて、焼いて溶けるんですよ、チーズが。その後、取って開けて、でその中にとんかつとカレーの中に入れて、ちょっと米足して食べるのが最近家でなんか流行ってるんです。家の中で流行ってる。すごいね。日本食とメキシコの食べ物が融合したね。すごいね。はい、わかりました。ということでですね、今日はですね、セルヒオさんも迎えたところでですね、こんな企画をご用意しました。今回のテーマはこちらです。一度は試したい世界のスパイス。スパイスといえばですね、メキシコ、中国、インドと、私が勝手にですね、世界の三大スパイス国と思っておりますが、今日はですね、このお三方を迎えてですね、代表的なね、スパイスをぜひ教えていただきたいと思います。では、まずはまゆみさん、一度は試したいスパイスを教えてください。はい。メキシコは、もうスパイス、チリソースですね、この種類がめちゃくちゃ多いんです。スーパーに行っただけでも一つの陳列棚全部がサルサなんですね。だから何種類メキシコにチリソースがあるんですかって聞かれても何百種類あるかわからないんです。もうぎっしりありますね。もうこれ本当に一部なんです。これで一部なんですか？ね、セルヒオ。そうだよね。そうですよね。これ一部ですか？でかいスーパーだったら3倍ぐらいですよね。そう。すごいな。で、その何百種類っていうあるチリソース。お肉用ですとか、お魚用、いろんな種類があるんです。
なるほど。食材によって使い分けてるんですね。ただ、この3つは押さえとかないとメキシコ人が怒るでしょっていうスパイスがあるんですね。いいですね。あ、そんな、魂のスパイスみたいなのがある。そう。ありますあります。それを紹介します。じゃん。バレンティーナです。バレンティーナ。これないとメキシコ人怒るよね、セルヒオ。全部にかけるから、あれがないと、ダメですよね。たまに怒る人もいる。そうですよね。で、自分の。万能タイプのスパイスなんですね。そう。日本人でいう醤油みたいな感覚でも何にでもかけて使えるようなスパイスってことなんです。わかりやすく言うと。そうですよ。そのポテトチップスでもかけて、そのまま食べるんですよ。ポテトチップスにもかけちゃうような感じなんですね。さらにまたそのサルサかけるんですよね、バレンティーナ。さらなる辛さを探して、また他のサルサをかける。そう。このバレンティーナ、実は2種類あって、これは辛い方なんです。今、ラベルが黒なんですけど、これが黄色になってるものもあるんです。それはあんまり辛くない。見た目辛いんですけどね。大人は黒みたいなことですか？いや、違います。メキシコは、もう自分の好きな辛さを好んでかけるって感じです。なので、子供であっても、大人より辛いの食べる人もいます。本当。まゆみさんが言ったことは本当ですか？子供でもガンガン辛いのかけるんですか？私も、幼い頃でいっぱいなんかサルサかけて、で、後でお腹がいなくなっちゃって、でも美味しかったんですけど、痛いとか、でも美味しかったですとか。それは何歳ぐらいの話ですか？10歳ぐらいですか？8歳、10歳ぐらい？そう、8歳、10歳、その間。いや、だってユウさんのお子さんね、辛いもの8歳で食べないでしょ、普通。食べますよ。食べますだってね、まず一つ目、辛さって慣れですから、最初は甘口から入ってきて、少しずつ上級者になっていくものですよ。で、私もそうでした。で、二つ目、親がね、うまそうに食べてると、子供だって、あれ、パパ、あれ美味しいのかなっつって。美味しそうってそういう気持ちになるから。なんてか、そういうスパイスエリート教育みたいなのが、6歳がちっちゃい頃から辛いの食べてるんですか？北京なんですけど、本当に自然人負けないぐらい辛いもの食べるんですよ。今のじゃあ、セルヒオさんの話はあると思って聞いてたんだ、今。全然ある。そうみたいな感じ。そう。だって私の子供もそうですもん。わかります。本当？だからなんかメキシコでメキシコ人のご家族と一緒に食事とかして、私があんまりチリソースをかけなかったり、バレンティーナの黄色を使ってたりすると、そこの子供、私のこと笑いますもん。まゆみは子供のやつじゃんみたいな感じで笑うの。ダッセーとか言われるんですよ。ちっちゃい子から。言われるんです。本当なんです、これ。そうなんだ。それぐらいの感覚なんだ。今、ようやくちょっと温度感が分かった。特にこのバレンティナは、さっきセルヒオが言ったみたいに、ポテトチップスみたいなスナック菓子にもかけるし、お肉にもかけるし、スープにも入れるし、何にでも本当にかけるんですよ。万能なのね。そうだ。すごいかけます。わかりました。はい。メキシコ人がこれがないと怒ってしまうスパイス、2つ目教えてください。魚介用です。じゃん。ブファロです。はい。これは、はい、お魚用なんです。前にカクテルとかセビーチェとか私紹介したと思うんです。エビの入った色、グラスにエビとかが入ってるような、サラダっぽい感じなのかな。それにかけるときはこれ。これも、オリジナルと辛いタイプとあるんですね。これはオリジナルの方でそこまで辛くないんです。なるほど。それは、私、娘食べるんです。私も大好き、これ。娘がそのタイプの、そのバッファローのサルサが大好きです。いつもピザにかけるんですよ。それぐらいの程度は、娘が今耐えられる。でも、娘さんって今ね、4歳とか5歳ですよ。6歳だっけ？ごめん。6歳の娘さんがかけてる。実は今朝食べたんですよ、俺。今朝も食べた。今朝食べたんですよね。わかんないけど、でもピザだったらなんだろうな。さっきのバレンティーナじゃダメだと。そっちのなんか特徴はあるんですか？こっちの方がちょっとね、酸っぱいんだよね。酸味が強いというか。バレンティーナだったら、辛さのちょっとスパイクが出てきて、で、また、なんか
ちょっとまた戻るんですよ、フラット。でも、バッファローはちょっと上げて、スパイクがないですよね。そうそうそう、あんまりガツッと来ない。わかった。なるほど、なるほど。最初に舐めた一口のピリがずっと続く辛さがブファローなんだ。でも、そんなスパイクがしバレンティないから。ナは、ちょいからガーンくる、時間が経って、ガーンくるやつね。それ分かりやすいな。わさびが食べて、この辺になんか感じるんですよね。最初の一口じゃないですか。飲み込むってか、喉に入る頃はそんな感じないけど、初速が激しいじゃないですか、わさびとか。そういう意味で言うと、割とブファローは平均的な辛さがずっと最後まで持続するような感じなんですね。そう。どのタイミングで辛くなるかっていうのが、多分メキシコ人はうるさいわけですね、それが。だからいろんな種類がないとダメですよね。はいはい、これですね。サラダ風っていうか、飲み物、サラダみたいな感じですかね、カクテルね。ああいうのに使うという感じなんですね。それ用がこのブファロー。これ美味しいんですよ。最後のミス。このバッファローとか他の辛いものも入ってるから、そのラーメンみたいに飲む。最後シグルをぐっと飲むの。その最後も美味しいですよね。最後の頃、最後のとこの残ったこう混ざったの。魂みたいなのがちょっとずつ伝わってきた。はい、わかりました。はい、では続いて3つ目、教えてください。これは果物用です。果物用。タヒン。これですね。スパイスって初めて聞くんだけど、そのジャンルがもうすごいですね。カットフルーツに、この、日本人だったら一味とか七味と思うかもしれないんですけど、これをかけて食べます。これ、オレンジです。オレンジにかけんの？メキシコでは普通ですね。セルヨさん、他にもかけるんですか、果物は？メロンとか、パイナップルとか、ココナッツ。マンゴーも美味しい。いろんな果物にかけるんですよね。てか、ちょっと待って、いろいろ今ごちゃごちゃしてんだけど、例えばね、メロンだったら、そのまま食べるのが一番美味しいじゃない？でも日本人はね。日本人に対しては、でもメキシコ人たまになんか、その辛さがないと、できない、食べれないっていう人がいるから、あれがないと、食べれない人がいる。マジで？私はたまに食べると、トマト食べて、大きな皿があるんです。で、私はただ、カードにちょっっとタヒンかけて、私だけ食べる。でも、妻はあまり食べないですよ。あれの梨のやつ。こっち側と、辛い側と辛いじゃない側も。辛くないのね。そうでしょ。奥さんは食べないでしょ、さすがに。そんな食べないですよね。あまりじゃないと。じゃあ、そのまま食べたらいいんじゃないのって、今多分、世界のほとんどの人はそう思うんだけど。世界のほとんどの人はどうかな。いや、だってユウさん、中国でもそんな文化ないでしょ。果物は甘いまあります。もうね、待ちきれないぐらい。あるの？そっくり。あるとして聞いてんだ。そう。中国の中でもスパイス王国と言われている雲南省。果物とかに、やっぱりいろんなスパイスをブレンドしたもの、それもね、まさに全く同じで、パウダー状のもののバージョンもあれば、パウダーにお酢だとか、なんかいろんな液体の調味料を合わせて、要は液体のなんていうの？ソースっていうか、みたいにして食べちゃうんだ。そう、両方あるんですよ。で、結構、向こうもね、気候的には亜熱帯ですから、マンゴーとかパイナップルとか、そういった果物をあるからね。作れるんですよ。結構ね、マンゴー、パパイヤ、パイナップルとか、そういったものをカットして、パウダーかけて食べるのが、もう向こうでは王道ですから。王道なんだ。そう。まゆみさん、その王道の食べ方、むしろ日本人がマイノリティだったのかっていう気がしてきた。そうなんだ。衝撃的すぎんだ。じゃあ、まゆみさん、ちょっとせっかくなんで、振りかけるところからお願いします。メキシコ人の食べ方、タヒンかけるのもかけるんですけど、絶対にいるのがこれなんです。リモン。
日本だったらライムとかすだちとかっていうかもしれない。これ日本じゃあんまり見ないタイプの絞り器。これ日本ないんですよね。これをまずかけるんです。ここにジューっと。オレンジにガッとかけんの？そうです。まあ、果物だけじゃないか、いろんなもの全部かけるんですけど、その後にターキー。こんな感じ？ちょっとカメラに見せていただけますか？こんな感じでかかってる。はい。で、これぐらいガツッとかけるんですよ。セルヒオが美味しそうな顔してるな。最近孫食べてないから。食べてないか。この状態のマンゴーを、まゆさん。美味しそう。2テイク目はちょっとじらしていただきましょうか。いやー、いいなっていうかわかんないんだけど。もうこっちまでよだれが出ちゃいました。いきますよ。これを、こうやって食べるのがメキシコ風。不思議でしょ？甘さと辛さがごちゃごちゃになってるのってそれは何なんですか？表現すると。甘さと辛さが口の中で喧嘩してる。口の中で喧嘩してるよね。で、私は思うんだけど、俺。そう、私は思う。初め、そう、喧嘩してると思ってるんですよ。で、果物そのまま食べた方が美味しいと思ってるんですよ。思うよね。でも、だんだん、かけてくると物足んなくなったりとか、甘いだけじゃなくて甘さの中にちょっと塩っ気欲しいなってなってくるんですよ。そうこれね不思議なの。初め喧嘩でなんかでもそれをなんかさっきゆうさん慣れだみたいなこと言ってたけど、だんだん物足んないっていう感情が日に日に出てくる。口の中でその甘さが勝つか辛さが勝つかっていう感じ。それ。だからそれ戦わなくていいんじゃないのっていう俺の中でのね。甘さと辛さ、いやもう争わなくてやめてっていう思ってんだけど。喧嘩するのがいいの。ちょっと考えたらそれはなんか人生みたいじゃないですか。人生みたいはいつも甘いじゃない。そんな人生いらないんだけど。つまらないじゃないですか。甘かったら面白くないじゃないですか。でもたまにそういう辛い時があるこそ他の次の甘さがもっと甘く感じる。そうかな。俺は調和する人生がいいな。なんかなぼったいな。喧嘩でやってんの。実はね、まゆみさんに一回出会った時タヒンのねスパイスもらったんですよ僕も。そう、日本にけどね、どう使っていいか分かんないから、手つかずなんだよ。オレンジでも、みかんとか。オレンジにも合うんだ。わかりました。はい。ちょっと試してみます。はい、わかりました。ありがとうございます。